こんにちは、ギタリストの副島です。今、中国の上海にいます。で、今回はですね、この上海の中国ツアー中にですね、僕のギター人生史上最も大きな驚きの出来事がありましたので、ちょっとそのことをね、お話ししていきたいと思います。何が起きたのか簡単に説明しますと、テレビ番組から取材を受けました。TBS の情報7デイニュースキャスターという番組で、その番組の中で特集されているとあるギタリストの方が今注目しているギタリストとしてなんと僕の名前を出していただいたということで取材をしていただけるということでした。なのでズームをつないでですね、取材を先ほど受けてきまして、で取材が終わった後は何が起こったのか全くわからないぐらいちょっと動揺して、ちょっと30分ぐらい経ってちょっと冷静になってきたので、ちょっと興奮が残ってるこの段階で正直な赤裸々な感想をカメラに収めたいなと思いまして、急遽動画を回しました。結論から言いますと、そのギタリストの方、今来日中の海外のギタリストの方とのことでした。でその方の名前は取材の時に明かしますねっていうふうに言われてました。それ知らなかったら気まずいかもみたいなふうに思ってたんですよね。僕そんなに音楽を幅広く聴いたり世界中のギタリストに詳しくなかったりするんで、不安だなみたいな思いながらですね、取材を受けてまして、で一通りいろいろ雑談とか、僕の自己紹介とかさせていただいた後に、では海外のギタリストの方お見せしますっていう、今来日中の海外のギタリストの方はこちらですっていうふうに写真を見せてもらったんです。そのギタリストがなんとエリック・クラプトンっていう何が起きたのか全く分からなかったです。もう本当に頭が真っ白になるというか、もう本当にびっくりしました。ディレクターの方がねおっしゃってたんですけど、クラプトンって本当に世界中のいろんなギタリストを SNS でチェックしてるらしいんですよね。でそれでたまたま日本に来ているタイミングで、今日本で誰が注目してるギタリストはいないですかって言われて、その時にたまたま僕の名前が出ただけで、多分他にも日本のギタリストをいろんな方チェックされてると思うんですけど、でもそれでもそこで名前が出て、何よりそのクラプトン本人がその僕の動画をね、何秒かだけかもしれないですけど見ていただけたかもしれないということ、身に余る光栄とはまさにこのことというか、人生何が起きるかわからないし、本当にギターを弾いててよかったなと思いました。僕コットンクラブの時にアンコールでギターを弾いててよかったですっていうふうに言ったんですけど、なんかそうですね、よく中学生の時にギターを始めて、最初は特に好きなアーティストがいるっていうわけではなかったんですよね。そこで父親が僕にクラプトンの CD をくれて、で最初はなんか渋いなこの人って思いながら聴いてたんですけど、聴いてるうちになんとなくかっこいいかもって思うようになってきて、クラプトンのねコカインっていう曲ありますよね。このコカインの上で E マイナーペンタトニックを弾くと合うじゃんみたいな思って、それで友達を呼んでみんなひたすらコカインのリフ弾いてもらってドラム叩かせて、僕はひたすら E マイナーペンタを弾くみたいなことを中学校3年生の終わりの春にやったりとかしていて、でそういう光景がですねフラッシュバックしてきて、でそのクラプトンが名前を出してくれるなんて、このギター人生であるかないかの幸運であり光栄な出来事、これから先何をモチベーションにやったらいいのかなんてことも頭をよぎったぐらいのことが起きたなと思って、だからこそ今日からまた新たなスタート地点に立ったと。クラプトンが開催しているクロスロードギターフェスティバル、そこに必ず立ちたいと思いました。今回の出来事があったからといってそう簡単に立てる舞台じゃないことは分かってます。だからこそ、今後も最高の仲間と最高の音楽をやるしかないと。またいつかクラプトンに僕の動画がどこかで見られた時に恥ずかしくないようなプレイと曲と音、そこでプレイしていたいなと思いました。何よりこういった機会をいただけたっていうことは、いつも動画をご覧いただいている皆さんとか、僕がまだ何者ではない時から一緒に演奏してくれた、仲間、そして直さんとか、今回は本当にただのラッキーな出来事だと思うんですけど、またライブの一個一個とか一音一音とか生徒さん、一人一人と、そしてこの YouTube にアップする動画一つ一つ向き合ってですね、クロスロードギターフェスティバル、その舞台に登っていきたいと思います。今回の動画、そしてそのテレビとかご覧いただいてありがとうございました。ギター弾いててよかったです。これからもたくさん弾いて演奏やレッスンをお届けしますので、皆さん何卒応援のほどよろしくお願いします。